2024年が始まりました。昨年は大変お世話になりありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年明けの地震、続いて羽田空港での事故では胸が重く苦しくなりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。またお見舞い申し上げます。私の大晦日は一人で家で過ごしました。だんだん一人で過ごす年間行事にも慣れてきました。簡単な鬼しめを作り、その他は特段何もしませんでした。狭いアパートなので大掃除は頑張る必要もありません。ベランダをきれいにして窓と網戸をきれいにしたらとても気持ちよくなりました。私が子供の頃はお正月にはいつもよそ行きの服を着て家族で新年の挨拶をしておせち料理を食べました。たこ揚げや羽根つきはお正月にする代表的なものでしたね。墨で顔に丸や×を書いた記憶もあります。家族で明治神宮に初詣に行き、次の日の新聞に私たち一家がちょうど手を合わせてお参りしているところが写真で掲載されました。あんなに大勢の中で私たちが写っていたことを母が年を取ってからも時々話していました。私が家庭を持って子供たちが小さい時は私も着慣れない着物を着て娘にも着物を着せて家族で初詣に行ったこともありました。境内にお店も出ていてちょっとしたゲームもあって楽しかった。子供たちが小学生の時ファミコンが発売されたけどなかなか買えなくて1月2日から開いている小さな近所のおもちゃ屋さんに行ってみたら1台だけあると言われて大喜びで買って帰り、その年のお正月は家族みんなでずっとマリオブラザーズを楽しみました。どれもいい思い出です。稲毛海岸駅前のイオンマリンピアショッピングセンターに来ました。家からは歩いて10分くらいの距離です。自転車で来ることもありますが、ちょっと運動不足かなと思い歩きました。かわいい飾り付けができていて、あともう少ししたらイルミネーションが今日も点灯されるみたいです。ドイツ村はまだ行ったことがなくて行ってみたいなと思っています。何かの情報でイルミネーションがとても綺麗だというのを読みました。こういうかわいいものを見るとほんわか気持ちが温かくなります。今日はショッピングセンターで何か買うものがあるとかではなかったんですけど、福袋とかあるかな、どんなのがあるんかなと思って来てみました。正面にはお正月らしい飾り付けがありました。お正月を感じます。ありました。福袋ニューイヤーセール初売りです。お店の中は思ったよりも人が少なかったです。一応運動も兼ねてぐるっと歩いてみました。結局何も買わなかったですけど、
暮れに関西の友人が電動自転車で U ターンをしようとしてコンビニの前で転んだと連絡があった。コンビニのお兄さんが2人も出てきて助けてくれたそうです。骨折を心配したけれど打撲で済んだようで、今は日にち薬で回復待ちをしているようです。大事に至らなくてほっとした。私も電動自転車に乗っているので、無理な運転やいつもと違う道、暗くなってから乗ることなど気をつけようと思った。同じく関西に住む義兄から年始のメールが来て、おみくじが末凶だったので今年はちょっと気をつけなければと思っていること、とりあえずあと10年は元気で暮らせるように頑張りたいと思っていること、そして最後にお互い元気な高齢者を楽しみましょうと結んであった。70歳を超えた義兄を知ったのは約半世紀近くも前のこと。お互いこんな年齢になるとはあの頃には想像もつかないことでした。義兄の言うように元気な高齢者を楽しむを今年の目標にしたいと思った。外はまだ少し明るいけれど、イルミネーションが点灯されていてとても綺麗だった。このような私のお正月三が日でした。そうそう、帰りにちょっと贅沢にコージーコーナーでモンブランを買って帰りました。